回はポチャ先輩を描きましたです。皆様こんにちは、児玉桃太郎です。今日の動画は先日描いたポチャ先輩のお絵描き動画だよ。この絵は動画作成で使うポチャ先輩のワイプ用の絵を描いたんだよ。後輩くんとコンビで喋らせたいからね。後日後輩くんも描くよ。そんなわけで今高倍速で流している動画、先日お絵描き配信で描いた動画なんだよね。今回はそれをまとめて解説していくよ。ちなみに背後で絵を描いているアバターくん、これは以前使っていた桃太郎くんアバターなんだ。 3D 用の今のアバターがまだできてなくってね。今作ってもらってるんだけど完成にはまだまだ時間がかかるもんで、今回というかしばらくの間お絵描き配信では桃太郎くんアバターを使っていくよ。配信にあたってラフをあらかじめ描いておきました。ラフって割と時間がかかるからね。でもラフを作り上げるまでを見たいって人もいるかもしれないから、いつかラフをアップさせる動画も作ってみるね。今やってるのは線画のブラッシュアップ。僕の個人的な考えなんだけど、線と線画って別物だと思うんだ。カラー絵だと特に枠線描いて線はおしまいってパターンをよく見かけるんだけど、それだと僕は物足りなく感じちゃうんだ。線の強弱、太さ加減、キーリー、疑似的なインクだまり、そういったものを線に込めて線から線画になるって感じかな。まあ僕の考え方だけどね、時間かかるしカラー絵描くのにコスパは悪いと思う。ぶっちゃけそこまで細かく見てる人もそうそういないと思うから、割とただの自己満足かもしんないね。今やってるのが髪の毛の線のほか、インクたまりっていうのを疑似的に表現しているよ。ちょっと見ててみましょうね。だいたい髪の毛を描き終えた感じかな。次は眉毛。表情差分も作るもんで困り顔の眉毛もね。ここからはめんどくさい。いやそんなことないけど服の部分を描いていってます。またちょっと見ていってみましょう。拡大しすぎでよくわからないかもしれないですね。僕結構拡大して描くもんで、だからアナログだとうまく描けないって弊害があったりします。でもアナログもちゃんと練習してかないとね。ちなみに僕はクリップスタジオペイントを使っているよ。クリスタなんか新機能が続々と盛り込まれていくんだけど、正直ついていけなくて全然新機能は使えてません。おっさんになるとそういうところ出てくるよね。でクリスタで線を描くにあたって2種類のレイヤーがあるんですよ。ラスターレイヤーとベクターレイヤー。どちらも良いところ不便なところがあって優劣はないよ。ラスターっていうのがいわゆる普通に線を引けるレイヤー。色塗りも一般的にはラスターレイヤーを使うよ。ラスターは特に変わった機能はないけれども、線を太くしたり細くしたり、かすれさせたり描き足したり濃淡をつけたり、そういった作業がしやすいんだ。紙に普通に鉛筆で描いてるイメージだね。対してベクターっていうのは拡大縮小しても線の太さがそれに追従していってくれるもんで、線を描き終えた後に大きさを調整しても線がボケたりしないんですよ。あとは線の中に位置情報が入っていてね、ポイントを作ることでそこを引っ張ってホロ調整できたりするんだ。線の太さも部分部分でツールで変えられたりするし、何なら選手も後から変えられたりする。なもんで SD キャラを描く時とかは僕も重宝してるよ。ただどうしてもちょっと細かく見ると不自然さが、いやめっちゃ細かく見た場合なんだけどね。そういった雰囲気があるもんで、1枚絵を描くときには僕は便利なベクターじゃなくてオーソドックスなラスターを使っているよ。ほっぺやお腹の暗曲をできるだけ柔らかく出したいんだよ。今やったやつ、範囲選択してからの拡大縮小、これ便利なんだよね。なんならこれないとちゃんと描けないかもしれない。今やったのは同じ要領で選択部分の移動だね。こうやって線を引いた後にホロ調整できるのがデジタルの強みだよね。さて線画は大体完了。ここから色塗りに入っていくよ。まずはみんな大好き肌色。肌色を今はペールオレンジって言うんだって。でも全然それだとしっくりこないもんで、僕は今まで通り肌色って言います。この肌色のくだり翻訳するとどうなるんだろう。謎ですね。日本語って独特の言い回し多いから翻訳って難しいよね。気づいた方もいるかと思うんですが、
僕は自動選択ツールで範囲選択してからのバケツ塗りってやつ使いません。っていうより線画の問題でうまく自動選択されないんですよね。線自体への範囲も線の7割くらい含ませて塗りの範囲にしたいんだけど、濃淡や太さがまちまちだし、なんならあえて途切れさせてる部分もあるから、自動選択だとうまくいかなくて結局2度手間になっちゃうんですよ。なので自動選択ツールバケツ塗りのコンボはほとんど使わなくなっちゃいました。お仕事絵だとそのあたりのクオリティ求められるもんで、そっち基準でもう癖になっちゃいました。っていうか AI での作画って今流行りの生成じゃなくって、そういう作画補助をしてほしかったんですけどね。なぜか絵描きが求める機能は実現されずに完成された生成物が出来上がってしまうという方に AI の力が生かされちゃいましたね。まあそれはそれで便利な場面もあるだろうから一概にどうとは言えないですけどね。作画補助の方の開発も頼みますわ。じゃあちょっと塗りを見守りましょう。瞳孔って位置や大きさでだいぶイメージ変わってくるから大事ですよね。ほんの少しの瞳孔の位置で目線も変わってきますし、逆に瞳孔を描かない作画方法もありますね。そういう方を大抵可愛い絵を描いているという。そして黒目のハイライト、このハイライトが入ると魂が宿ったって感じします。あえて最後までハイライトを入れない方もいますね。完成をもって魂を込めるっていうこだわりなんでしょうね、きっと。ほっぺたは赤くするのが僕の好みです。そんなわけで約1時間のお絵描き配信だったわけですが、ここで配信時間のタイムアップ。ここからは後日クリスタで作業したタイムラプスです。影をつけるのとハイライトを入れるのと仕上げ作業ですね。影やハイライトの入れ方って割と個性出ますよね。表情差分もちょっと作ったりしました。そんなわけでポチャ先輩の絵完成です。可愛く描けました。左側の欠けてる部分書き足さなきゃですね。というわけでお絵描き動画第1回目ポチャ先輩をお送りしました。やっぱイラストレーターなのでね、これからもお絵描き動画お絵描き配信をやっていくと思います。稀にためになることも言うと思うので、また見てくれると嬉しいです。じゃあまたね。ブニッと笑って今日も